はい、皆さん、1週間ぶりです。必見、業績で見極める世間を騒がす株2つを分析してみた。決算資料から学ぶ投資のコツ。ところで皆さんは、投資で大切なことは失敗しないことっていうのをご存知でしょうか？一か八か、これ成功したらめっちゃ儲けるよっていうような手法は長続きしないので、成功してる人たち、儲かってきてる人たちっていうのは、儲けようというよりは失敗しない。どうやったら二度と失敗しないかっていうことを考えてますよね。ちなみに僕は新卒の給料でデイトレードして2000円損したのを今も覚えてます。今回はこの株市場を騒がしている2銘柄についてピックアップしました。皆さんこのトレードラボチャンネルっていうのをご存知ですか？その中に日産自動車があって、プロの自動車整備士である僕、トヨタ業務認定も持ってる小春子の木からすれば、肌感覚でわかるんですよね。さて、このうさんくさいおじさんが話してることは本当なのか？毎回なんとなくライバルっていうかな、競合で上がってくるチャンネルとサムネイルなんですけど、おすすめに上がって見てで購入して利益が出た覚えってありますか？僕はないので、僕の得意なね、大学で機械工学を専攻で出て、プロの目線で買うか買わないかっていうのを決算資料をね、点数化して評価していきます。上がりそうかというよりは、もうそれは数字で評価した方がいい。数字でやらないとね、すっきりしないんだよね。で、内容はね、もちろんこの2つとも見て、それっぽい説明をしているんですけど、数字ではないんですよね。どうとでも受け取れるポジションを取らないで信用できねえなって僕は思うし、だったらもう自分で見るわっていうのを日常にしてるんですけど、たまにはね、このテリトリーに関しては僕が得意なエリアなので、ついでにディズニーランドの株も暴落で気になっていたところなので、検証を兼ねて僕の利益のために判断してきます。相手を批判したところで僕たちの資産っていうのは1円も増えないので、なってるのか、自分がやってる手法よりこの人が方が上手いっていうんだったら、もちろん勉強していきますね。で、僕は株の勉強をして利益を出すことを目的にチャンネル運用をしています。皆さんも YouTube たくさんの娯楽エンターテインメントがあるのに、将来の備えとか資産のさらなる強化に向けて勉強している。絶対そこら辺の貧乏人と差がついてきて当たり前なんですよね。もう僕はね、ポジション取っていきますよ。今回検証する株は買いか保留か。よろしくぞ。はい、証券番号4661。オリエンタルランド。どんな会社があってもうみんな知ってますよね。まずなんでこれが騒がせてるのかっていうと、2023年1月11日に株価のピークを迎えたんですよね。5765円。そこから38% の下落を記録して、今も減少を続けています。で、業績を2行でまとめると、第1半期の業績は好調でテーマパーク事業が中心となっています。もうどうやら新しいエリアができてるみたいで、ファンタジースプリングスのオープンが期待されているとか、オリエンタルランドは東京ディズニーリゾートを運営する企業で年間2500万人の来場を誇っています。地域のイベント、フェスティバルを活用した来場者の増加。AR、VR 技術を活用した新しいアトラクションを導入したり、シニア層に向け特別パッケージやイベントの提供、コラボレーションによる限定グッズやフードメニューの展開、環境に優しいテーマパークの取り組みを強化して SDGs に対応するブランドのイメージの構築。そういえば僕もね、東京ディズニーランド行った時一人で行った。僕の思い出ね。みんなはディズニーランド一度は行ったことあるでしょうか？ありますよね。独身で彼女いない僕は行かないのかっていうと、そう行ったんですよね。一人でディズニーランドを2日間ランドとシーで楽しみました。パレードがあって、美しいな、これ。雰囲気とかすごいね。やっぱり日常からかけ離れた特別な空間だね。横を見るチラ。誰もいない。そうだった、一人だったんだって。で、横を見てカップルばっかりで、単独僕だけ。いや、ただただ苦痛だった。今度行くときは、彼女やコミュニティの人たちと一緒に行きたいな。で、皆さんはディズニーランドとかテーマパークに異性を連れていたこと、そういう思い出ありますか？僕はない。そうだね。SDGs、環境に優しいって言うと、スプーンがね、プラスチックじゃなくなって、木になってるんだよね。で、めっちゃすごい頑丈によくできて、家に持って帰って食器として使ってもいいんじゃないのっていうぐらいね、なかなかよくできたスプーンとフォークです。フォークに関してはいまいちですけどね。やっぱりプラスチックの尖った形状は木だとできないな。40周年も経つんですよね。今でも増収増益っていうのを記録して、営業利益率は 20% を超えます。これがね、どれくらいすごいかってね、新しいテーマパークの開設、リニューアルを通じた来場者数の増加、デジタルマーケティングや SNS を活用したプロモーションの強化。そうですね、身近に言うと YouTuber でディズニーランドを扱ってチャンネル数がそこそこある人に関して直接ディズニーランドのマーケティング
部の人が声をかけるといった感じでしょうね。僕も松井証券にね、コラボレーションをする予定があるので、テッサさんとね、一緒に教えてラブリーにこう出てたらすっごい嬉しいんだけどな。それは置いといて、顧客満足度のためのサービス向上と従業員トレーニングの充実。これは変わらないかな。夜間のイベントとか、スペシャルショーの開催。そうなんだよね。夜は開いてないけど、もし夜開いちゃったら、稼働率2倍じゃん。僕だったらっていうか僕でも思いますね。で、この営業利益率が 20% ってこれなんでどうして高いと思いますか？自動車業界結構僕は詳しくて、この営業利益率、この日本一のトヨタでも 10% いかないんですよね。ここ 8.85% ぐらい。理由は車みたいな物理的な商売ではなく、思い出の原価がない商品を提供しているから。この営業利益率が高いなというと VTuber のエニカラーとカバーと同じようなことが言え、従業員や施設のメンテナンスがもうほぼないっていうのがディズニーランドと比べると皆無なんで、ROE の資産効率っていうのは 35% っていう破格の数字なんですよ。さて、優待内容を配当利回りについて分析していきます。2024年3月の年間配当は13円。で、2025年3月期の予想年間配当金は14円。配当金は0.4% でもうほぼゼロに近い。値上がりのキャピタルゲインや優待目的での保有となります。言うまでもないですけど、オリエンタルランドは株主優待として東京ディズニーランドのパークチケットを提供していて、このパークチケットは東京ディズニーランドまたはディズニーシーのいずれかで利用できるワンデーパスポートです。問題なのは、これ持つのに何株必要なのっていうこと。これびっくりするのが、オリエンタルランドの株を12,000株保有するとかそんなに資金やるやついんのってびっくりしますよね、これ。最低価格が35万円だよ。9月に必要な株が2000株からとか、ありえんでしょう。12,000株のワンデーパスポート年間12枚とか、それって金額にすると12億円ですよ。こんなの役員とかヒット株主の専用やろ。いや、テッサさんクラスじゃないと無理じゃん。もうね、これ120万で手に入れる120万で12枚とかにしてほしいね。最近分析するようになった業績の点数評価とその理由ですね。今までは業績が何%上がって何億円変わってとか、でも結構長ったらしくなって30分とか40分の動画になっちゃうので、もう結論何点ってめっちゃもう簡潔に、もう結果だけまとめました。もう数字を除いて点数評価だけで簡潔に説明。その上で評価の根拠、なんでその数値なのか、成長性、市場ポジションなどを分かりやすく補足していきます。これは決算資料を分析して出た数字です。まず、評価と投資判断について、もういきなり総合得点に関しては100点満点中87点。僕の動画をね、いくつか見てる人だと、これが高いか低いかっていうのはわかると思います。ちょっと低めかな。投資をするにすればね。財務健全性は25点満点中22点。純資産の増加や自己資本比率の改善により非常に健全な財務基盤を維持しています。じゃあなんでこれ3点低いかっていうと、急成長している銘柄ではないっていうのと、日本の人口っていうのがもう爆発的に増えるっていうこともなく、プロモーション YouTuber とコラボして、この程度かっていうことで、イケイケの企業を満点評価したので23点引いた22点です。成長性、これは関連していて、売上は顕著に推移しているけど、利益が減少しているっていうのは、これまでのいろんな動画を見てね、人件費が上がったとか、物価が上がったとか言いますよね。成長性に若干の懸念を感じるということで18点。ディズニーランドがね、2倍の規模になるっていうのは考えられないじゃないですか。他の銘柄だとね、どんどん拡大して、半導体とか AI の部門に関してはね、飛躍的な成長っていうのはあるけど、じゃあディズニーランドがね、入場者年間2500万人っていうことなんで、5000万人に増えるかっていうと増えないし無理でしょ。市場ポジションとしては、もう25点満点中、ほぼ満点の24点。なんでこれ1点が少ないかっていうと、一応ユニバーサルスタジオジャパンがあるっていう感じですね。でも僕としてはもう絶対テーマパークって言ったらディズニーランド一番ですね。もう夢のクオリティが違う。ディズニーランドリゾートの圧倒的なブランド力と、継続的な集客力っていうのは市場での優位性を維持している。ディズニーランドよりいいテーマパークってもうできる予感しないじゃないですか。やっぱりユニバにも定期的には行って楽しんで夢の勉強ということで経費としてね計上するっていうこともあるんですけど、やっぱりちょっとケチってるな、規模しょぼいなと思っちゃう時があります。ユニバ来た自分を否定することになるので、なるべく感じないようにはしてますけど、特にハリーポッターの
お城があって上を眺めるとめっちゃちっちゃくなる。この感じだと人住めなさそうだなって。ディズニーランドのシンデレラ城なんか実際にホテルありますからね。将来性について25点満点中23点。今後の新規事業としてディズニークルーズの展開が計画されており、これが新たな収益源となる可能性があると決算資料にはあります。投資額はなんと3300億円を見込んでおり、長期的に成長が期待できるということで、僕はそういうのを当てにしなくても数字出てるの出ないのって購入するけど、将来性という部門があるので、そこは23点という評価です。決算資料の総評いきます。オリエンタルランドは安定した財務基盤を持っていて、長期的な成長戦略を進めていることから、今後も安定した投資対象となる可能性が高いな。現在では、コストの上昇による短期的な利益減少っていうのは見られるけど、新規事業の計画とか配当の増配っていうのは考えると投資を検討する価値がある。そこに今、株価が暴落しているに比べて決算資料っていうのは意外といい。そう、それはね、みんな知ってるんですよね。知らない人いました？これ見た人で。業績悪いから株価下がってるのとか思ってるとか、そういう人いませんよね。これは結論としては買いなんですよね。どんどん割安になっていく。じゃあ問題なのは、あくまでこれはね、業績の問題なんですよ。なぜ株価が暴落しているのか、なぜこの YouTube 上でディズニーランドが暴落って言って再生回数がたくさん出ているのか、なぜそこまでニュースになっているのか、そんなに露出させてね、買いたいという人が出てくる。でも下がっている。それはトレンドが分かってるからなんです、みんな。ある程度勉強したら、これは逆らわない方がいいなっていう相手がいるんです。これから説明していきます。ディズニーランドの株価っていうのはどんどん下落を続けていって 38% 下落したとね、サムネイルでありますね。他のチャンネルとはなんたらかんたらって長ったらしい理由を言ってるんですけど、株価下落の原因はアクティビストからの圧力が影響です。京成電鉄っていうのは筆頭株主なんですよね。で、イギリスの投資ファンドのパリサーキャピタルっていうのが京成電鉄に対してオリエンタルランドの株の一部売却、保有比率の引き下げっていうのを求めてきました。これは公式に反対意見を出してるんですけど、2024年3月に 1% の売却を行って、ほぼ応じてるんですよね。で、今後もその比率っていうのを下げていくっていうのが、もう圧力には逆らえないっていうのが分かっちゃったから、どんどん売却していくっていうと、これから買いに行くっていう人よりね、筆頭株主による何千億円っていう何兆円かもしれない。そういう規模で売りがやられると、買いがいないっていうか、外資系のファンドが、もうこれからオリエンタルランドの株価下げるから、みんなよろしく、なんだったら信用取引で売りで協力してもらっても構わないよ、みたいなことをニュースでしれっと言ってるんですよね。たとえ、いや、オリエンタルランド下がってほしくない、買ってやる、上げてやるって思ったとしても、全然力がね、個人だと微粒子並みの存在なんで、優待目当てで買っても損するだけです、こっちが。問題はタイミングです。で、結局その 1% を売却して700億円の利益を得ています。もう一つ、筆頭株主に三井不動産もいるんですけど、アメリカの投資ファンドのエリオットマネジメントから別の投資ファンドから圧力があって、オリエンタルランドの株の売却を検討していると、そういう報道があったんですよ。で、これらの筆頭株主が株を大量に売って非常に流通させろよって、嫌って京鉄は言ってるけど、こいつらは株主だぞ。株主が一番偉いんや。京成電鉄や三井不動産のもう要望を一部受け入れて売却してますから、そうなると、この銘柄で儲けたいな、優待目当てな投資家っていうのは、なるほど。株が市場に出回るから需要が下がって株価下がるね。パリサーキャピタルに喧嘩を売る機関投資家っていうのはいないから、足並みを揃えて信用売りで逆にそれはそれで儲けちゃえ。っていうことで、信用縦売りで株価の暴落っていうのはさらに加速していく。まあね、そういう人たちがいるんですよ。信用売りで手っ取り早く儲けとけ、儲けさせてやるよっていう投資ファンドの意向なんでしょうかね。で、そんな足を引っ張る信用売りをかませてくるファンドや個人投資家相手に買いを入れてくる投資家っていうのは、まあいない。だから下がりトレンドを形成してるっていう状態じゃないですか。見てわかるじゃない。これがね、上がりそうになってくると、出来高が上がって、売りと買いがね、たくさんのやり取りがある。でも、株価はもう上行ったり、下行ったり、どっち行こうかなみたいな状態。これが結構揉めている状態。売り圧力が低くなって、買い圧力が高くなっている状態。実際、確実なエントリーっていうのは、もう実際に上がっていってるのを確認してからエントリーするのが王道で、初心者だったらなおさらです。で、京成電鉄っていうのは時価総額を低く見積もっているので、本来との価値のギャップが生じている。だから売れよということなんです。株主還元の必要性とその影響、アクティビストによる影響っていうのが出てきてますね。さて、
ポジション取っていきますよ。買いか、買いじゃないか、保留かっていうのを、シンプルな結論を提示して、次のアクションっていうのを提示しないといけない。他のチャンネルみたいにニュース読んで、これ、買いじゃないの？俺は知らんけど、みたいな。もうそういうの大っ嫌い。業績は、総合点数が87点で、もうちょっと欲しいところかな。ただ、もう業績としては十分という判定です。アクティビストが株価を避けている状態であって、業績が悪いというわけではない。反発して上昇トレンドに転じてから買うっていう、それを我慢する忍耐力っていうのが試されます。一方、忍耐力っていうのも、それも必要ないっていうのがアラーム設定なんですよね。見落とすこともないし、毎日確認する必要もない。その時の値段になったら、条件になったら、アラームで知らせてくれる。それがアラーム設定。これは後で行います。トレードラブチャンネルでオリエンタルっていうのがあったけど、じゃあお前は買うの？いくらに設定するの？ポジション取ってないやん。そのニュース読み上げてるだけやん。チャット GPT でもできるわ。で、僕ははっきりポジションを取ります。なんで今回自分で調べたんですよね。で、こういう反発する系好きだっていうのはコメントお願いします。淡々と話すんだったら他のチャンネルっていうか自分でチャット GPT で調べて、ね、AI で要約してもらった方がいいでしょうね。でも答え言ってないんですよね。いくらで買えばいいか、買いか保留かっていうことすらも言ってない。結局いろんなニュース、市場とか読み上げがあるんですよ。ただ、結局株価って何で決まるかっていうと、それは需要と供給のバランスなんですよ。テッサさんっていうのはいろんな業績見てんのかっていうと、基本板とチャートしか見ないっていう。インジケーターとかは使ってない超シンプル。チャートだけじゃなく板も見る。ガチトレード。テッサさんのね、これは対戦相手の心情がわかるんですよ。で、これはデイトレードだけじゃなくて、長期のトレードでもこの心理っていうのは基礎になってるので、負けなくなるし、儲けるようになってくる。テッサさんは横ばいの状態から、こういう下のライン、抵抗線を抜けてくるとエントリーした人たち全員が含み益で焦って売らなくなる。だから需要が高くなるから株価っていうのは上昇する。今回のもう売るのをやめたって売る動機もない。で、割安だってずっとこう騒いでるわけだから需要が高い。だから株価っていうのは上昇していくって解説されていました。で、ベストのタイミングはっていうと、大きな波が来たら便乗するっていう。これはずっと見張っとくことができて、ちょっと下がり始めたら切り離す、損切りする、利益確定するっていうアルゴリズム注文が最適解だなと思ってメモしています。で、これ中途半端に買っちゃうと、またダラダラと下がってしまって、あ、そんなはずじゃなかったと思って売りたい人続出する。そのうちに自分も入ってしまう、損を抱えてしまうっていうことなので、もう頭と尻尾はくれてやれということで、ある程度上昇トレンドが確立されてから、ディズニーランドはエントリーするっていうのが儲け方。もともとそう、株価っていうのは売る人と買う人の勝負。ゲームなんですよ。だから、出来高やボリンジャーバンドとか、そういう分析っていうのは今回必要としていません。そういうゲームです。資産100億円のテッサさんが勝てるトレードをして松井証券チャンネルで話していたことが僕印象に残っていて、何でもテッサさん飽き性だったけど楽しい。世界で一番参加者が多いネットゲームだからね。デイトレードに限らず、僕は全体にそういう今回のね、パリサーキャピタルの売りの感じ、京成電鉄とか三井不動産の売りっていうのも結局そういう対決なんですよ。今回は売り圧力がめっちゃ強いって、それは分かってる。だからこのゲーム的発想も大切。自分の判断を信ずることが成功の鍵となる。自信を持つために自分の価値観を再確認する。だから好き嫌いを持つべき。で、直感を含めた意思決定を重要視する。で、他のチャンネルをたくさん見て満足するつもりじゃ全然ダメで、自己分析、自分で確認を行って強み、弱みっていうのを自分で理解する。自己信頼を高めるためのフィードバックっていうのを活用する。継続的な成功体験。あ、これ成功したっていうのを記録するともう一回やる方法がわかるっていうかな。再現性が生まれるじゃないですか。だからこういう風にメモっていうかな、自分の見解を記録しておくと負けなくはなってくるんですよね。で、勝ちにどんどん近づいていく。だから YouTube でアウトプットするっていう大切なことなんです。ということで、いくらでアルゴリズム注文をすればいいかっていうと、株価、みんなチャートを見てもらって、長期トレンド線を上がってきた3970円。これを超えてきたら、買うか、もしくは再分析の必要があります。で、ここでそのエントリーの準備を行う。そして、3450円を下回ったら、もう一回分析を行って、その上値3970円分を修正する必要があります。で、この動画を見てね、僕の動画を見る以前に、他の動画でね、ディズニーランド感化されて買っちゃったよっていう人いるじゃないですか。そういう人のために、一応この値段はここ3600円ですね、今が。だから、
今買った人っていうのは3276円、3276円。9% の損失っていう絶対の設定をしておく。じゃないともっともっとね、38% 今まで下がったわけですから。もし 9% で損切りできちゃったらね、20% の儲けと一緒なんですよ。早い損切りっていうのは儲けと同じ。それは与沢翼さんもおっしゃってましたね。だから買ったらもうアルゴリズム注文。これはセットです。トレーディングの開始が3816円で利益確定が126円。3.3% 下落したらそこで利益確定ということ。最後に言いますけど、現段階で結論言うと保留で変わりはないです。保留です。じゃあ次の銘柄行きましょう。証券番号7201日産自動車。日産自動車株式会社は日本を拠点にグローバルな自動車メーカーとして自動車事業や販売金融事業を展開しています。主要製品には乗用車、商用車、電気自動車、車関係ですね。日産自動車って言えば、イニシャル D と MF ゴーストの日産 GTR、腐敗の R 神話。あれ4人乗りなんで、厳密に言うとスポーツカーじゃなくて、グランツーなんですよ。長距離移動を目的としたボディ形状となっています。車体重量だってめっちゃ重くて1740キロ。ホンダミニバンのステップワゴンがファミリーカーで1640キロなんで、GTR の方が100キロ重いんですよね。で、軽量化する技術っていうのは、ホンダがめちゃくちゃこだわっていて、この手前の白い NSX とかだったら、ボンネット、もうボディをアルミニウムで作って、もう今でも考えられないですね。これ鉄じゃないから、凹んだら磁石でこう戻せないから、二度と戻せないっていう箇所が多かった。なんとこの車体重量は1350キロ。GTR よ310キロ。もう車1台分ぐらい軽いんじゃないのっていう。じゃあなんでそんな鉛みたいに重い車が速いのかっていうと、重量を無視できるほどの圧倒的なパワーの駆動力。コーナリングではめっちゃ遅めだけど、コースには一直線の方が多い。レーシングだと、コーナー、高いスピードレンジで追い越すっていう場面があるじゃないですか。GTR はそこは得意なんですよ。イニシャル D としては、そんなの誰が乗っても速いって面白くないじゃん。ホンダ NSX みたいに予算があるわけでもないし、軽量化、ハイブリッドってそういう技術もないから、力でゴリ押しというスタイルになりました。でも速いから笑えるんだよね。これがね、後で話すブランディングに通ずる話なんですよね。ホンダやトヨタと比べて開発する意気込みっていうのを感じない。予算も少ない。GTR ってね、もう15年前ぐらいの古い設計で、ブーストアウツを上げるなり、ちょっとなんかこう、モデル、見た目を変えるっていうね、空力をちょっとアップしたよっていうけど、もう、フォグライトなんかね、既存の箇所っていうかな、プラスチックで安く交換できるよぐらいのところをちょこっといじって、一気に高くする。もうこれだってね、2000万円ぐらいしますもんね。そういうあるものの技術を使って、技術の日産とかは言うけど、それは他のメーカーからすれば、今更 CM にするの恥ずかしいってだけで、みんな普通にやってるよっていう技術なんですよ。トヨタのプリウスなんか、世界が真似できない特許の塊なんですよ。海外使いたいなぁ。でもプリウスに勝てないっていうことで、プライドの高いベンツや BMW とかの欧州っていうのは、レース、ルマンっていうのもヨーロッパ人が車自体もね、法律っていうかレースの企画が作ったじゃないですか。だから気に入らないんですよね。で、EV 統一で2025年、電気自動車以外の販売を禁止するっていう法を出した。でも国が制定しても自動車メーカーが EV 作れる技術日本にかなわないとか、中国が安価のモデルが侵食してきたから、どちらにしてもヨーロッパの自動車メーカー終わったなという状況になっちゃったんですよね。トヨタのプリウス、交通事故のおじさんがよく頻繁に起こすから、市民はね、バカにした車って言うけど、自動車整備士のプロから見ても、技術めっちゃすごいんですよ。自動車の開発にはね、だいたい数百億円規模の費用がかかるとされています。プリウスは開発費1兆円トータルでかかっていると言ってもいいね。国家予算並みにお金かけてる。僕が資産1億円あったら GTR 購入します。いくらでも話せるけど、イニシャル D の解説動画みたいになっちゃうから、自動車業界に9年ぐらい携わっていたから、結局僕、車のこと好きなんだよね。優待内容、配当利回りについていきます。見てくださいよ。配当利回りは驚異の空前絶後の 6.3%。配当成功は 20% いってないので、おかしいですね。もっとアップしてるかと思ったら。株価はこうガックンって下がってるけど、決算が良くないから割安にはならずに、利益に対してそれ相応の価値だろうっていうことで変わってないですね。過去に日産っていうのは減配してゼロにしちゃったことがあるので、もう全く信用できないんですね。一方で、この日産株主優待について調べてみたんですけど、なんとね、これ配当利回りが
18.96%、めっちゃ高いんですよ。で、優待内容はギフトカード、紹介者特典のカタログギフトです。これ紹介する人と購入する人が家族でやったら1万円取れちゃったりするじゃないですか。ギフトカードは日産の新車を紹介した場合、5000円相当のギフトカードが申請されて、紹介されて買った人はカタログギフトが送られます。紹介したらギフトカードで、購入したらカタログギフトです。日産自動車を買う予定があるっていう人は絶対100株は持っときたい内容ですね。チャンスもたくさんあって3月と9月で年2回そういうチャンスがある。総合利回りに関しては 18.96% 脅威。しかもね、これは5000円でこれですからね、5000円相当で。で、親が紹介して娘が買うみたいな、同一整形じゃんみたいな人だったらもっと 25% 以上になりますよね。株価がね、4万円ぐらいで購入できて1万円バックがあるんだったら 25% 還元即できちゃう。っていうこともありますね。怪しいから業績とか調べてるうちに優待でこういうね、銘柄見つかるとき面白いですよね。じゃあ、数字とかを省いてね、点数評価だけで簡潔に説明していきます。その上で評価の根拠、成長、市場ポジションなどを分かりやすく補足していく。結論言うと、決算は75点。財務健全性に関しては25点満点中20点。純資産は増加して財務状況は健全だけど、自己資本比率に大きな改善っていうのは見られないっていうのと、最初から低め。成長性が15点。これは成長してるっていうかもう後退してる。現役撤退じゃん。赤字やん。売上は顕著に推移しているけど、利益の減少っていうのがひどくて、成長性に懸念が残る。市場ポジションは22点。日産はグローバルな市場で重要なポジションを占めているけど、さっき言ったように、こんなもんでいいかっていう車を作っているから、開発もしないしコストもかけないから決算で出てるっていう状況です。将来性に関しては25点満点中28点。電気自動車への初期投資っていうのは日産結構早くてね、ビジネスモデルに期待はかかるけど、収益性の改善には時間がかかる見込み。EV が普通だなっていう時代にはまだまだちょっと先の話です。一応走れるっていうだけで、バッテリーのエネルギー密度がかなり低いので、ガソリンの方がね、使い勝手がいい。あとは長持ちするっていうのがいいんですよね。日産自動車は財務状況は健全で、売上高は堅調に推移しているけど、利益面では減少が続いている。他の動画を見てみるとね、売れないから広告費をバンバン出さないといけない。値引きをしないといけないって。確かにその通りです。だから、売れてはいるけど、自分が受け取る利益を削って、自分を安売りしている。つまり、ブランド力で勝てなくなってきている。日産だから、これはちょっと高いよ。この値段値引きしてくれたら買ってやってもいいよ。みたいな。だいぶ舐められてきている。確かに技術は低いと僕的に思います。マツダっていうのは技術がそんなにはないけど、二人乗りの普通車のオープンカー、っていうのはもう他のメーカー作っていない。あとは燃費を効率を重視するために振動はいくらあってもいいからもう我慢するから作っちゃえっていうスカイアクティブのマツダっていうのはもう独自のポジションですね。お金が予算が少ないなりに開発を頑張っている。でも日産は頑張ってるかっていうと三菱自動車からの共同開発っていうか三菱頼りの技術になってる。日産じゃないといけないかっていう車はほとんどない。自動車整備士の僕からすれば世界的に見て自動車メーカーがある国自体が少ないのに日本にはメーカーが多すぎなんですよ。日本は吸収合併、日産の未来っていうのは吸収合併されて3社くらいになるでしょうね。マツダ、スバル、マニアックな車を作ってトヨタと開発軸が違うっていうメーカーは残って、ホンダとかなんだかんだ独自技術があって、技術力も高いっていうので生き残っていく。車のメーカーじゃなくなってるかもしれないけど、ダイハツはもうそもそもトヨタの子会社だし、必要ないなっていうメーカーだったら他に三菱、吸収合併のアクティビストに狙われるんじゃないかな。今の日産の株価はね、どんどん下がってきている。もう配当利回りが 6% って魅力でも買わない。なぜかっていうと過去に配当ゼロっていう騙された経験があるっていうのと、業績も良くないっていうことで、上がってきて、トレンドが転換でもしない限り、わざわざリスクを負って買う必要はないでしょう。優待目当てで利回り 25% の紹介制度を利用できる人たち以外だったらねっていう。結論的にこの株価は保留です。どんなに高配当でも株価が下落してしまったら元も子もないし、ちゃんと株価反発を確認してから、その時は分析をもう一回し直せばいい。ちゃんと業績が改善したのかなって。で、特例として日産自動車を購入または紹介できる人がいるんだったら100株だけ購入して利回り 25% っていうのを狙うっていうことも十分ありです。
まあこれもね、世間を賑わしてる銘柄なので、もう買っちゃったよっていう人のために今の値段です。400円ぐらいなんで、損切りは364円。で、こういう損切りをちゃんと設定しないから、32% 下落っていうことになって、どうしようもない、売りに売れないっていうね、株投資初心者の本当にあるあるのね、教科書に載ってる失敗をやっちゃうんですよね。言い訳しない。もう数字買ったらね、脳死でこれを入力した方がいい。で、上限アラームの450円になったら、上昇トレンドに転じてきてるのかもしれないっていうことで、指し値を入れて準備しておく。で、逆に360円を下回っていったら、まだ下げトレンドの継続、どこまで下がっていくんだろう、利回りも 7% 近くいくぞみたいな、そういう話になってくるので、上値を450円を下にもう少しね、設定していくための加減設定です。効率よく儲けるためにニュースや決算資料で出来高の高騰を観察すること。これが株価が割安な理由を自分で調べて、人間の意識で株価が決まるっていうことを意識していく。結局株価の決まる原理っていうのは人間の意識、売りたい人買いたい人の勝負っていうかな、意見のぶつけ合わせっていうことを念頭に置いていくと、そこまでね、市場をたくさん分析する必要ってないんですよ。トレンドに乗るってみんな言うけど、このトレンドとは、株価のテクニカルチャートを意味する時もあるけど、やっぱりそれって上級者じゃないとわかんないんですよね。先週出したブラックロックの流れとか、その流れに上昇トレンドができるのではないかって、まあ僕も思ったしね。ディズニーランドのパリサーキャピタルの京成電鉄に対しての売りとか、三井不動産のエリオットマネジメントの圧力でもう外資系ファンドの包囲網ができちゃってる。これは株価しばらく上がらんよねみたいなことが投資家、中級者以上はね、やってるんですよ。で、ここまで見てる人ってどれだけいるんでしょうかね。やっぱり YouTube で楽しいエンタメっていうよりも、将来豊かになってお金持ちになってやりたいことやる、マウントをするとか自慢するとか全然それでもよくて、そういうことが楽しい。だから僕もそういう勉強もエンタメのように続けることができるんですよね。いいね、高評価、シェアボタン。そう、前回の皆さんの応援により、インプレッション、つまり YouTube のおすすめの回数っていうのが 150% を記録して、再生回数って先週より上がったんですよね。やっぱり反応は必要だな。ありがとうね。っていう感じで、そういう表示回数が増えたら、チャンネルっていう規模は大きくなって、投資家の仲間が増える。仲間が増えたらコミュニティが成長して会社に成長していったり、やっぱりみんなが応援して、俺が最初からいたんだよ、俺が応援してたんだよって言えるようなコミュニティ、チャンネルになっていくことを目指します。それでは皆さん、仕事も遊びも全力でね、楽しんで生きていきましょう。また次回の動画でお会いできることを楽しみにしております。あなたと一緒に成長していくように活動してまいります。それではまた来週ね。バイバイ。